世界は混沌を恐れながらも理性を忘れつつある。理性だとそんなものは勝者の後付けに過ぎ、死と支配が秩序を生む。それが現実だ。支配も理性も力なき言葉だ。俺は宝で証明する。拳と炎で己の道を開く。拳も理性も毒に変わる。生き残るのは選択を間違わない者のみ。ならば理性を守るのもまた戦いだ。私は秩序の名においてこの混沌を正す。秩序、面白い。世界を分けるのは俺の手だ。私のターンからだ。ドロー、山をセット。この赤き血潮こそ力の証だ。私の統率者はナークルズ在起度だ。拳と財宝の守護者、富と炎でこの卓を制してみせよう。懲りないやつだ。その輝きは長くは続かん。貴様の支配よりはよほど華やかだろう。ターンエンドだ。俺のターン、ドロー。道路脇の誠意をセット。ミシュラの研究机を展開。革命も準備と記録から始まる。俺の統率者は獲物貫き、応酬、倍化する最悪、規律を装い世界を二つに裂く存在だ。またお得意の粛清か。数を減らして満足か。削ることで形を得る。世界も人間もそれでこそ金星だ。ターンエンド。俺のターン、ドロー、森をセット。太陽の指輪、そして魔力の質。俺の統率者はアブリーン・ル・グランプレ。毒を秘めた花だ。見た目に惑わされれば命を落とすぞ。毒をもって安定を語るとは奇妙な理屈だ。奇妙でも効率的な仲間は。お前の方法は中毒に近い。だが世界を動かすのは選択だ。ターンエンド。私のターン、ドロー、島をセット。私の統率者はザ・サード・イン・マシール。どんな嵐にも屈しない理性と耐久の象徴だ。理性など神の上の幻想だ。世界は力で動く。その力を制御できぬ者こそ滅びの道を歩む。私はそれを止めに来た。ターン終了だ。私のターン、ドロー、山をセット。炎はまだ静かに燃えている。ターンエンドだ。俺のターン、ドロー、山をセット。嵐の前の沈黙、悪くない。ターンエンドだ。俺のターン、ドロー、草むした墓をセット。俺の統率者アブリーンを召喚。毒は遅行などしない。標的に届けばこれで終わりだ。ターンエンド。私のターン、ドロー、平地をセット。秘技の印鑑を唱える。理性は力となる。ターン終了だ。私のターン、ドロー、宝物庫をセット。高速の敵対者スライサーを召喚。進軍は加速するのみ。止まるんじゃねえぞ。このまま戦闘だ。スライサーでチャーチルを攻撃。受けよう。拳で語るか単純で結構。拳も理屈だ。通じぬ者には叩き込む。スライサーがトランスフォーム。ターンエンドだ。終了時にミシュラの研究机を切る。2枚の追放。顔壊しのプロを選ぶ。ムッソリーニの言うことも一理ある。俺のターン、アップキープ。スライサーのコントロールを渡す。ドロー、有毒炉の山頂をセット。顔壊しのプロを召喚。それにはプロがいる。戦闘だ。スライサーでチャーチルを攻撃。また俺か。独裁者は順番を守らぬらしい。革命に順序などない。顔壊しのプロの効果で宝物を2個生成。ターンエンドだ。俺のターン、アップキープ。スライサーのコントロールを渡す。ドロー、森をセット。戦闘だ。スライサーで上。アブリーンでフランクを攻撃。ブロックなし。私もブロックで毒で世界を動かせると本気で思っているのか。毒とは恐怖ではない。選択を迫る言葉だよ。その選択が誤れば世界は二度と立ち上がれまい。ならば導いてみせろ。理性でアブリーンの能力でプラス1カウンターが3個乗る。戦闘後内にいる獣でスライサーを破壊。ビーストトークンを生成。ターンエンドだ。私のターン、ドロー、反射池をセット。永遠あふれの杯をキッカーにで唱える。秩序を保つにはまだ生還の時だ。ターン終了。私のターン、ドロー、伝説の秘宝を唱える。続けてイラプールの希望を召喚。富を燃やして未来を鍛える。それが私の信仰だ。また希望か。燃え残りの灰を数える方が早いぞ。灰でもいい。炎があった証になる。ターンエンドだ。俺のターン、ドロー、風和の小道をセットしてきど沼を場に出す。不気味な雇われ人を召喚。影の中にも労働はある。戦闘だ。顔壊しのプロでムッソリーニを攻撃。ブロックできない。力に屈する者を革命とは呼ばぬ。力を握れぬ者に革命は勝たね。宝物を3個生成。戦闘後ケデレクトの寄生魔を召喚。
ターンエンドだ。俺のターン、ドロー。寄生魔の牙が届く。1点ダメージ。沼をセット、戦闘だ。アブリーンで女王攻撃。成長速度が速すぎる。通すわけにはいかんが、寄生魔でブロック。毒に怯えるとは貴様らしくもない。毒も兵器も使いどころを誤れば滅ぶ。それだけだ。なら滅びぬ程度に使いこなしてみせよう。戦闘後後輩翼の山賊を呼び出す。カワンエンド。私のターン、ドロー、キリモンの小道をセット。私の統率者、ナサードを召喚。ダンジョン探検家も唱える。理性の探検家か。机上の旅は退屈だろう。知識の旅こそ人が人である証だ。ターン終了。私のターン、ドロー、山をセット。私の統率者、ナックルズ召喚。拳で富を生む。戦闘だ。ナックルズでスターリンを攻撃。ブロックなし。まだ拳か。機械の歯車の方が正確だ。歯車に魂はない。拳には誇りが宿る。ナックルズの能力で宝物を2個生成。金も炎も使わねば錆びる。ターンエンドだ。俺のターン、ドロー、戦闘だ。顔壊しのプロでムッソリーニを攻撃。ブロックできない。人を縛って気づく革命家。血の味しかしないぞ。死こそが理想を現実に変える媒介だ。宝物を3個生成。戦闘後黄金剣を召喚。忠誠は変える。心もまた金で動く。ターンエンドだ。俺のターン、ドロー、森をセット。骨読みを唱える。戦術に下に送ろう。2枚ドロー。2点のライフを失う。ドクロ奉仕の結節点を展開。結節点を起動し山賊のパワーを倍に。戦闘だ。アブリーンでフランク。山賊で女王攻撃。ブロックできないな。こちらも受けよう。アブリーンの能力で与えた分だけプラス1カウンターが乗る。毒は広がる。もう止められはしない。カワンエンドだ。私のターン、ドロー。このままではウィンストンに力を押しされてしまう。強者破りを唱える。ラサードを対象にパワーのあるクリーチャーを全て破壊だ。それだけでは止められんぞ。死亡したクリーチャーから新たな牙が生まれる。恐竜トークンを生成。理性の名において力を制御しなければ意味がない。神秘の聖域をタップイン。戦闘だ。ラサードでムッソリーニを攻撃。ブロックできない。これが理性の拳か。やるじゃないか。君にもいずれわかるさ。ターンエンドだ。私のターン、ドロー、山をセット。私の統率者、ナックルズを再召喚。戦闘だ。ナックルズでルーズベルトを攻撃。ブロックできない。理性の拳には抗えないか。宝物を2個生成。財も拳も使うほどに価値を増す。ターンエンドだ。終了時に X=7 で無謀なる歓喜の行進を唱える。トップから7枚追放。最大2枚プレイできる。俺のターン、ドロー、山をセット。罠の橋を唱える。これでチャーチルの好きにはできまい。民を怖がらせて何が残る。恐怖こそ秩序の最小単位だ。どの国家もそれで形を保つ。収集家の保管庫を唱える。ターンエンドだ。俺のターン、ドロー、ラノワールの光源をセット。吸血鬼の弱しを召喚。裏切り者グリッサを召喚。毒は見えぬ刃だ。貴様の兵でも防げるものか。見えぬ刃ほど管理しやすいものはない。カワンエンドだ。私のターン、ドロー、フェイワイルドの世話人を召喚。イニシアチブを得る。ダンジョン探検家の効果で秘密の入り口が2回誘発。島と平地を手札に加える。島をセット。デルニーを召喚。戦闘だ。ラサードでブッソリーニを攻撃。ラサードのタフネス倍化がデルニーによって2回誘発。ブロックできない。これが重厚、理性の肉体か。理性に耐久がなければ世界はする崩れる。だが崩れぬ世界はいずれ勝利の形を知る。終了ステップに世話人の効果でフェアリードラゴンを1体生成。ターン終了だ。私のターン、ドロー、戦闘だ。ナックルズでスターリンを攻撃。ブロックできない。宝物を2個生成。戦闘を帝国の帳簿兵を召喚。マグダをサーチして手札に加える。そのままマグダを召喚。伝説の秘宝でマグダをタップ。赤マナを加える。マグダの能力で宝物を1個生成。財も拳も止めては腐る。これが永動帝国だ。運任せを唱える。ターンエンドだ。終了時に収集家を起動。1枚引き1枚捨て。宝物を1個生成。労働求みも最終的には誰かの手のひらに収束する。俺のターン、ドロー、山をセット。領事の帰還。スカイソブリンを唱える。ラサードに3点ダメージ。鉄の翼で理性を撃ち落とす。空も赤く染めてやろう。ターンエンドだ。俺のターン、ドロー、戦闘だ。両足でフランクを攻撃。フェアリードラゴンでブロック。
毒は見えぬが確実に残る。理性も見えぬ。だが残るのはどちらだろうな。歴史が答える勝者の側でな。カワンエンドだ。私のターン、アップキープ。火事場の効果が誘発。弱しにプラス1カウンターを2個乗せる。これでは罠の端に阻まれる。ドロー、平地をセット。私の統率者、ナサードを再召喚。理性は倒れても、思想は立ち上がる。そのまま終了ステップ。世話人の効果で、フェアリードラゴンを一体生成。その解決の前に、宝物を5個生贄に捧げ、マグダの能力を起動。ライブラリーからファイレクシアへの門を場に出す。世界を焼き尽くす赤き門を開く。クリーチャーを3体生贄に捧げてもらおう。これがレーニンの残した赤の力か。人が門を開くたび、理性はその価値を試される。それでも、私は信じる。ターン終了だ。私のターン、アップキープ。ファイレクシアへの門が開く。不気味な雇われ人を場に出す。運任せでライブラリートップ1枚を追放。ドロー。戦闘だ。ナックルズでスターリンを攻撃。ブロックなし。宝物を6個生成。再び宝物5個を生贄に捧げ、マグダの能力を起動。終焉の石を場に出す。また終焉の石か。壊す勇気も守る理性もどちらも試されるな。せいぜい亡霊に取りつかれないことだ。山をセット。ワンドロー。ラガバンを召喚。ワンドロー。冷徹の心臓を唱える。ワンドロー。早足のブーツを唱える。ワンドロー。ここで止まってしまったか。ブーツをマグダに装備。富も力も流れが止まればただのサビだ。ターンエンド。ライフが20点になる。終了時に収集化を起動。1枚引き、1枚捨て、宝物を1個生成。俺のターン。ドロー。山をセット。反動を唱える。アベルヌスへの加工を唱える。これで全員同じ地獄を除くことになる。ターンエンドだ。俺のターン。ドロー。グリッサ・サンスルイヤーを召喚。俺の統率者バブリーンを再召喚。生も死も毒に等しい。だが毒は支配を恐れぬ。毒も秩序に飲まれればただの薬だ。薬は時に最も遅い毒だ。カワンエンド。私のターン、アップキープ。罠だ。が誘発。ジョーのライフを5点失わせる。ドロー。私の統率者、ナサードを再召喚。罠の端で、ナサードは止められない。不屈の解体者を召喚。理性も鉄でできているとでも。理性は鉄より強く、恐怖より静かだ。世界を覆うのは支配ではなく、理解であるべきだ。ターン終了。終了時、伝説の秘宝でマグダをタップし、宝物を1個生成。私のターン、アップキープ。ファイレクシアへの門が開く。デルニを戦場に出す。運任せでトップ1枚を追放。ドロー。山をセット。ワンドロー。X イコール0で悪辣な略奪を唱える。ワンドロー。思考の器をタップイン。ワンドロー。ジャクシスを奇襲で唱える。ワンドロー。そのまま手札を1枚捨て、能力を起動。帝国の帳簿兵のコピーを生成。ライブラリーから忠実な弟子を手札に加え、そのまま召喚。ワンドロー。戦闘だ。忠実な弟子が飛行機怪盗君を2体生成。このまま制空権を得る。燃え尽きる翼は、風を知らない。終了時にジャクシスと帝国の帳簿兵のコピーが死亡。2ドロー。これは勝利への犠牲だ。ターンエンド。俺のターン。アップキープ。アベルヌスの加工にカウンターが2個乗る。全員宝物を2個生成。2点ダメージだ。私以外は不屈の解体者の能力でタップイン。ドロー。俺の統率者おぼしを召喚だ。7番がイスラムのアバランチを召喚。倍化する痛みこそ均衡の証。宝物から利益を生むには痛みが伴う。ターンエンドだ。俺のターン。ドロー。樹木しげる36をセット。これでは何もできん。6も届かないか。ターンエンドだ。私のターン、アップキープ。ショコが2回誘発。2ドロー、ドロー。噂好きの才能を唱える。レベル2にする。戦闘だ。ナサードにムッソリーニを攻撃。噂好きの才能で、超法一を行う。トップを1枚見て、墓地に送る。噂好きの才能の効果でブロックできない。ブロックできない。理性は語らず、ただ見通す。ナサードの能力でタフネスを巻いた。伝説の秘宝でマグダをタップ。赤マナ1点。宝物2個生成。宝物5個を生贄に捧げ、マグダの能力を起動。何か、まだ道はあるはずだ。エインシャントカッパードラゴンを場に出す。終わりだな。対応できない。これがアメリカの力か。力ではない。構造だ。ターン終了。俺のターン。アップキープ。アベルヌスの加工にカウンターが2個乗る。全員宝物を4個生成。8点ダメージだ。私以外は不屈の解体者の能力でタップイン。ドロー。
道路脇の聖を生贄に捧げ、ツードロ、塵へのしがみつきを唱える。ワンドロ、お牛の厄介者を召喚。純なる炎の探索を唱える。これでは勝機はないか。いや、勝利など地獄の深さでしか測れん。ターンエンド。俺のターン。ドロー、エルフの神秘化を召喚。罠の橋が外れた時が好機だ。だが、理性の壁は鋼よりも厚いな。カワンエンドン。私のターン、アップキーク、シセル三者の玉座が2回誘発。1回目、ゴライアスのパラディンを場に出す。イニシアチブを得る。秘密の入り口が2回誘発。島と平地を手札に加える。2回目、機械のターン、エリシュノーンを場に出す。ドロー、地下の一層を唱える。エリシュノーンの能力で、イニシアチブを得るが2回誘発。1回目、カジバが2回誘発。不屈の解体者とフェアリードラゴンの上にプラス1カウンターを2コーク。2回目、罠だが2回誘発。ウィンストンのライフを10点失わせる。島をセット。戦闘だ。ラサードでウィンストンを攻撃。能力でタフネスを巻いた。噂好きの才能の効果でブロックされない。地下の一層の効果で、兵士トークン2体が攻撃状態で生成。結節点でわしのパワーを倍か。兵士1体をブロックだ。想定ほど削れなかったが、理性にも誤差はある。だが、それもまた計算のうちだ。計算ばかりでは火は消えるぞ。火が消えても形は残る。秩序とはそういうものだ。終了ステップ。世話人の能力でフェアリードラゴンを1体生成。ターン終了。俺のターン、アップキープ。アベルヌスの加工にカウンターが2個乗る。全員宝物を6個生成。12点ダメージだ。これが貴様の地獄か、スターリン。これは代償だ。全ての革命には値札がある。なるほど。地獄で均衡を取るつもりか。地獄の底にも平等はある。俺にも平等にな。終わったか。理性とは勝つための武器ではなく負けぬための盾だ。気も毒もやがて自らを焼く。だが秩序は残る。形を変えながら。盾ばかりでは退屈な戦場になる。時には毒も必要だろう。ならば次の戦場では君の毒がどこまで通じるか確かめよう。理性も秩序も燃やせば同じ灰だ。だが灰の上に立つ者は誰だ。その答えを次の卓で聞かせてもらおう。私はまだ炎を捨てていない。いいだろう。次もまた議論の続きをしよう。理性の名のもとに